皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちはハイエースで日本一周をしている夫婦です。現在山形県です。今回は山形県のグルメ6選をご紹介したいと思います。山形県ではラーメン食べ比べというのをやっているんですけども、それ以外にも美味しそうなものがたくさんありましたので、2人でお腹いっぱい食べていきたいと思います。それでは早速どうぞ。いただきます。味噌に漬け込んだ米沢牛ということで霜降り牛です。こちらのお店はすべてA5ランク以上の米沢牛を使っているということで、半分しようね。ちゃんとね。いただきます。ちょっと待って。少し赤みがあるんですけど、普通のステーキとかとは全く違う脂を感じられるんですけども、お肉の味を楽しめる味噌漬けかなと思います。やばい、油がやばい。お塩かソースでお召し上がりください。先にお塩でいただきます。これね、揚げたて。写真から見ててすっげえうまそうと思ってたんですよ。復活です。うわー、いただきます。口いっぱいに入っております。もうね、口に入れた瞬間に肉の味がバーンってくる。A5 ランクの分厚い一括です。本当にステーキみたいだけどすごい柔らかい。いやもう脂っこいわけでもない。なんこのカツにしても全然すごい。日本三大和牛といえば神戸牛、松坂牛、近江牛か米沢牛というふうに言われているんですけども、いかがでしょうか。これ料理が運ばれてきた瞬間から味噌っていうか麹の匂いがふわって香ってて、お子様とかには食べづらい風味かもしれないけど、これもう大人の味で超柔らかい。いや、麹の味が決してないんだよね。そう、肉の味は溶けるとかじゃないな、なんかもう飲める。溶けるを超えていきたいので塩もいただきます。これ絶対食べたいって思ってたんや。めっちゃ美味しそうだったもんね、写真から。こんなにお手軽に食べられるなんていうのはやっぱ高いお肉のところって大体安くても3000円超えてくるようになりましたけど、しかもこんな定食もいろいろあるなんて、うわ、全然味わいが違う。本当にジューシー。カツのサクの後にこの柔らかいお肉の組み合わせ、最高すぎませんか。本当にすごい。このランチメニュー手軽。2000円いかないのもあるしだけど全部米沢牛だからびっくりしちゃう。ごちそうさまでした。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。霜降り牛らしい油を感じるので、この量で良かったですし、これ以上はちょっと食べきれないなって思いました。特におすすめしたいのはこちらのビフカツ定食です。最後まで飽きずに美味しく食べることができました。ごちそうさまでした。こちらミートピアの1階に精肉店がございまして、そのお隣に駐車場があります。タイムズの駐車場なんですけど、サービスしてもらえますので、結局無料で止めることができます。いきます。すごい熱々にしてくださいました。からし付き、からしなしは選べるんだけど、すごいなんて言うんだろう、プリプリです。プリ。やっぱり違うの？普通のこんにゃくと。しっかりこの煮た味もするし、この玉こんにゃくの分厚さがちょっと食べ応えがあって最高です。手軽的ですね。本当だ。プルンプルンな食感。
歯切れもすごく良くて、このからしがすごいアクセントになる。外側に味が染みてる感じで、中は白っぽくて透明な感じ。美味しい。うまい。ごちそうさまでした。ほっとしました。美味しかったです。いただきます。冷たい肉そばです。美味しい。鶏の脂がしっかり浮いていて、かなり濃いめのつゆって言えばいいんですかね。いただきます。そばが固めに茹でられていて、ざるそばとは全く違う。もうはっきり言って噛み応え抜群なおそば。初めてのおそばだ、これは。うまい。つゆが入ってる冷たいおそばって不思議。冷たさもちょうどいいんだよ。硬いとは違う。かなりコシが強いおそばっていう。美味しい。冷たいのにこんなに美味しいんだ。お肉もちょっと鶏チャーシューみたいな薄さでしっかり引き締まってて美味しい。このスープもめっちゃうまい。出汁がめちゃくちゃうまい。ざるそばよりもこっちを食べたい。でも誰か待ち時間はあったんですけど、平日の月曜日で10分ぐらい待ったらお腹に帰りました。すごく優しい接客で気持ちがいい。鶏の出汁が効いたスープを上にかけて食べるのがまかない飯だって。正直まかない飯なくてもスープだけでも飲み干しちゃうぐらい美味しいです。卵を溶かします。ではいただきます。わあ、うまー。ちょっと甘みも感じるスープでご飯まで美味しくしてくれるような気がします。ごちそうさまでした。この最後つゆを結構飲んだんですけど、そばと食べてるとそんなに感じなかったんですが、甘いっていうよりかは割と塩気の効いただしのつゆっていうような感じで、最後またこれだけで飲むとそのだしの感じがすごくガーってきて、最後まで美味しくいただきました。コシが強いからで量も意外と入ってたし、お腹が結構たまりました。このまかない飯はちょっと鯛飯みたいな鶏だしが効いてるのをご飯にかけることですごい美味しかったです。ここら辺は多分ソースカツ丼とかも有名なので、これにちっちゃいソースカツ丼もつけられるから、そういう楽しみ方もできると思う。せっかくなのでこれやります。当たる確率が2倍になる。2人が入っていたら T シャツホルダー食事券プレゼント。どうでしょう。かわいい。2人は残念ながら入ってませんでした。大きめの缶バッジ。大きめにかわいい。美味しかったと思います。醤油、くるみか。玄抹茶爽やかさんという結構創作のものもあって、これはおすすめにされてたから、これは絶対食べようと思ってた。くるみすっごいたっぷりすぎて、くるみっていうかお豆腐みたい。このお店豆腐持ってるっぽかった、豆腐が専門だったのかな、もともと。めっちゃお餅が柔らかい。うまっ、うまっ。私が絶対気になってた。めっちゃもう倒れそう。くるみソース美味しい。わかるわかる。豆腐っぽい感じもある。もったい。この団子はかなりもっちもちして喉には全く詰まらない柔らかさ。団子の形はやっぱ空飛ぶ団子のところと加工団子と一緒のような楕円のお餅で、これめっちゃ美味しい。この玄米のやつカリカリしててあられみたいなで、あんこが
甘すぎなくてめっちゃちょうどいい。うまっ。レモン入れるだけで全然違う。爽やかさになってる。うん。超爽やか。人気ナンバーワンはずんだで、だだちゃ豆はここら辺で結構有名だったから、だだちゃ豆と思ったけど、土日だけって書いてたから、今日は買えなかった。これね、見た目ほど全然重くなくて、すごく爽やかで美味しい。ああ、玄米もうまい。これうまいね。うん。大体皆さんお持ち帰りされてるけど、メニューによっては店内で食べる用のメニューだけっていうのもあったりとかして、バターとかは中だけって言ってたかな。素材も全部無添加だから本日中の召し上がりだから、いっぱい買って帰りすぎると食べきれない可能性はある。見てるだけで楽しいんですよ。今時団子っていう感じもありつつ、ちゃんと美味しい。人気はね、どんどん人がいてすごいよ、マジで。結構このお店は団子の概念を変えてくるかもしれない。ごちそうさまでした。おー、そうですね。散らしますね。出来たてだよ。常温だったら本日中っていうね。消費期限も短いラビ餅です。黒砂糖のような。最初チョコかと思ったもんね、俺。今日は平日で、お昼過ぎぐらいから多分怪しくなると思うので、不安な人は連絡しておいて、商品の名前を伝えて、振り置きは3時までしか、受け取りが3時までの分しかできないってことだったので、ご注意ください。では、いただきます。ラビ餅が好きなみさんですが、どうでしょう。これは今までに食べたことないわらび餅です。香ばしすぎる。きな粉が。口に入れた瞬間、なんかビターな感じがすごい口の中に広がるんだけど、わらび餅が優しい甘さだから、すごくバランスの良くて、大人なわらび餅。すごい香ばしい。大人なわらび餅。口の中でこう苦味がふわーって広がる。食感はやっぱり違いますか。いやもうプルップルだよ。プルップル。プルップル。溶ける。もう溶けるようなわらび餅。最高です。ちなみにイートインスペースは今はないです。ほんとだ。このわらび餅自体が結構甘めに作ってあるんだ。普通のやつよりも。ほろ苦だからバランスが取れてるっていうのはそういうことなんだなって思いました。わらび餅じゃないね、これは。洋菓子スイーツって感じ。それは違うな。いや、見た目からもう洋菓子っぽいもんな。コーヒーでもいけそうだもんね。そうなんよ。わらび餅ならお茶がいいです。めっちゃ溶ける、口の中で。これきな粉なのか？きな粉だよ。すごいね。いや、めっちゃ苦めのきな粉じゃん。かなりいってあるんじゃないかな。あ、書いてる。深入りした香ばしい黄金きな粉とプルンプルンのわらび餅。深入りしたんですね、きな粉。今言ったじゃない、私が。かなりいったんじゃないって。コーヒーの粉と間違えるぐらいのそれはない結構深入りしたですね。めちゃくちゃうまいです、これ。結構苦味が強めの和菓子っていうところが不思議だなと思う。これ全国展開してほしいぐらい美味しいわ。いやー、そんなんなったら注文がすごそうだ。前回も自分たち1回実は夕方に来てて、もう完全に売り切れてたっていうところで、早めにもう閉まってたよね。絶対予約は必須かなと思います。買いに来るなら早く来るっていうところ。どんどん来るもんね。住宅街の間にある細い道にあるんですけど、駐車場はいっぱいあります。15台分ぐらい止められるようになってる。一個一個が大きいから、すごい味わえる。うまい。うまい。これはプレゼントしたいね、その日のうちに食べれる人には。いただきます。濃いめのスープ。見た目よりもずっと優しい味です。ここのね、何がいいかってこの天ぷらが結構硬いんだって。それを地元の方に聞いて楽しみに来たんですけど、
本当にカリカリだ。味もしっかりしてすっごいカリカリの揚げです。うまい。これ網用に一回置いときます。私はふにゃふにゃはあまり好きじゃない。このお蕎麦は平たく結構分厚めの麺です。なんか年越しそばでこれ食べたいお蕎麦、優しい味でそば粉の香りも感じられる。美味しいわ。箸で取った瞬間からわかる。絶対すごいコシだと思う。いただきます。そばーって感じ。私小さい時にそば粉でこう練り練りしたやつ、そばかきって言うんだけど、それをよく食べてて、この味、そば粉の味がもうダイレクトにくる感じ。もう香りがすごい。本当に太いやつはこんな太いんやけど、太さとか長さも全然違うから香りも豊かな感じがして、もうそば本来の味がすごい。私これぐらい硬いの好きだわ。うまっ。香ばしい。並び始めて11時オープンなんですけど、11時15分に並んで、そこから1時間以上待ったか。お持ち帰りの人もいるから、かなり時間がかかる。ああ、めっちゃ手作りそばだ。麺たっぷり。すごいの。冷たいとかなりコシが出る。あったかいのにすごい弾力あるね、こっちは。しょっぱめのおつゆだね。ああ、美味しい。お疲れ様でした。もうお腹いっぱいすぎました。大盛りでも何でもないので超お腹いっぱいでした。麺の太さによっては団子みたいな食べ応えがありました。美味しかったです。お疲れ様でした。ここまで見ていただきありがとうございました。前回の山形ラーメンといい、今回のグルメといい、お前ら食べ過ぎだろって思われる方いらっしゃると思います。はい、もうその通りです。僕たちの動画で厳選したお店以外にも美味しいお店はたくさんありますし、僕たちがどんなに美味しいと言ってももちろん好みは人それぞれだと思います。ただ僕たちの動画でこのグルメ美味しそうだなと思ったり、こんなお店もあったんだ、いつか行ってみようと参考にしてもらったりしていただけたら嬉しいです。動画の通り食べてばっかりの僕たちですが、日本一周の旅をしながら今後も美味しいグルメを皆さんにご紹介できればなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録して今後も僕たちの旅を見守っていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。今回は山形県のグルメ7選をご紹介したいと思います。はい、次。今回は山形県のグルメ6選をご紹介したいと思います。今回は山形県のグルメ5選をご紹介したいと思います。はい。これやればいいやろ。